皆さんこんにちは。漫画家の下戸真です。あいつです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日はですね、いろんなお絵描きの練習法ってあるじゃない。私もすごくいっぱいいろんなのを経験してきたんだけど、実際にそれって本当にいいのっていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。世の中すごいいろんな練習法が出回ってて、聞いたことみんなあると思うんだけど、クロッキーとか、デッサンとか、他にもいろんなものあるんだけども、それをやってみて私の、これがいいところで、これが悪いところかな、みたいなのを説明していくのと、どんな練習法かっていうのを説明していきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。まずはですね、最初、クロッキーです。クロッキーっていうのは、短い時間で素早く物の形を捉える練習みたいな感じだから、じっくり描くっていうよりかは素早く描く練習みたいなお絵描きの練習なんだけども、私学生時代にも一人で練習してて、今こんな感じのことをやってました。本当だ。これはね、デッサン人形のクロッキーだね。クロッキーってね、多分ネットでみんな調べてもらったら、そういうウェブサイトもあるし、アプリもあるから、いくらでもクロッキーって打ってもらったらね、出てくると思うんだけど、基本はなんか筋肉人形みたいなものとか、なんとなく 3D モデルみたいなものでやること多いけど、私はこれはね、実際に買ってもらったのかな、自分で買ったのかな、お小遣いで。ターンレスモデル人形とかいうのをね、買いまして、これ中学生の時ですね、自分でひたすらクロッキーをしてました。じゃあ自分でなんかこう人形のポーズ作って、それを描いてたんだ。で、クロッキーのいいところは、とにかく早く描く練習になるっていう。すごくもたもた描いちゃう人は、もう自分でね、10秒なら10秒とか、1分とかって決めるのね。さすがに10秒短すぎか。大体30秒とか60秒とか、そんな感じでやるんだけど、すごい勢いで描いていくから、もう描ききれなくても次、描ききれなくても次っていく、そういうなんか気持ちを作ったりする練習にもなるし、早く描く分、どこを見なくちゃいけないかっていう自分の目がね、養われるんだよね。人間はどこをうまくこうポーズを取っていけば、こう、うまい形でこう、人らしく見えるかみたいな。っていう練習になったかなって思います。デメリットとしては、なんだろうな、やっぱりこう、急いで描く分、本当にペンが遅い人は、本当にもう描ききらずに次に行ってしまう。それも練習していくうちに多分できるようになってくるんだけど、最初の頃は何やってんだ自分みたいな感覚でもう次に行っちゃうし、多分そんな初心者の人がいけないとそんなうまく人間の形なんて捉えられないと思うから。確かに棒人間がポーズしてるぐらいしか描けない。最初のうち一体これってなんか効果あるんだろうかって、なんかすぐ出るものじゃない。なんかすぐ身につくものではない。だから一回クロッキーやった、じゃあ次描く絵が上手くなってるかって言うとそういうものではないかなっていう。なるほど。やり続けていくことで、なんかちょっとずつ、こんなポーズも描けるようになってた、みたいなのがある。あとすごく、短い時間で導入できるのはいいことかなとは思う。毎日の日課にもできなくないぐらいのものかなって。そうか。今日はじゃあ5分間だけやろうみたいな。ただその目的もなくクロッキーし続けてもと思うので、ちょっと私のこれをもう一回じっくり見てほしいんだけども、私の買ったこのクロッキーのやつはね、なんかこれ、ポーズと一緒にね、なんかセリフ書いてあるんだよね。本当だ。例えば遅刻だったりさ、このサッカーボールがここにあっていっけーとかさ、なんか手のポーズに対してもよみたいなさ、開けてくれみたいな。これ別に絶対クロッキーでみんなやる必要ない。セリフとか書く必要ないんだけど、私多分この当時からこのポーズだったら、こういうシーンっていうのが即座に浮かんでたっていうか、浮かぶ練習をしてたんだと思う。要はやっぱイラストってただポーズしてるけど、そのポーズは一体何のためのポーズなのってとこまで考えた方がいいと思うんだよ。なんとなくじゃなくて、いわゆるこうやってたら万歳みたいな。多分クロッキーって多分ね、特にクロッキーアプリとか使ってもらったら分かると思うんだけどね、なんかいろんなポーズがこれって何のポーズみたいなのたくさん出てくるんだよ。そんなの考えずどんどん書いていくんだけど、書いた後とかに、じゃあこのポーズって実際自分が絵に描くとき何に使えるんだろうとか、これってこのポーズしてるときってこういうシチュエーションだな、こういうことやってるなみたいな、どんなキャラかなとかまで想像を膨らませられると、なんか漫画家とかに向いてる才能がつくんじゃないかなと思う。確かに。私やっぱこれすごいなと思って、中学生の時の自分。なんかこんなことちゃんとやってたんだと思って、なんかちゃんとこのポーズがこういうシーンみたいなさ、イメージがあったんだよね。だからほら、キックにしたってさ、このなんかバーカってこう冷静な人を見下すなんかと。奥義鶴の舞とかに書いてあるし。奥義鶴の舞だよ。
まあとにかく、なんかこう、うまく書くっていうことよりも、なんかそういうシーンが何に使えるかまで考えるっていうのはやっぱ大事だったのかなって今になってみて思った。本当だ、すごい。これは案外いいんじゃない？ただね、クロッキーやってる最中は、あんまセリフとかまで書いてる余裕絶対ないから。そうだよね。うん。大体このものを書いて終わっちゃうから。後々が。後々なんか、やると、なんかこれクロッキーつまんないって人にとってはちょっと楽しくなるかもしれない。クスッと笑えちゃうっていうか。考えながらやるし、ね。そうそうそう。っていうのはちょっと私のおすすめポイントかなと思いました。じゃあ次。次はですね、こちらなんですけども、デッサンです。これもみんな聞いたことあると思う。そうだね。デッサンっていうのは、調べたらさっきのクロッキーもデッサン技法の一つらしいんだけども。まあ見たものを描く。デッサンはよりさっきのクロッキーよりも、しっかり細かく写真のように描いていきます。はい、これ実際私が過去にやったデッサンを、もうこれすごく小さく縮小したものね。写真撮って。写真に撮ってプリントしたものだからちょっと画質良くないんだけど、実際はですね、本当にこの紙2枚分ぐらい、これぐらいのサイズにデッサンってします。おー、でかい。これまあ別にこういうルールじゃないんだと思うんだけど、私の場合美大の受験のためにデッサンをしてたから、これぐらいの紙にもデッサンするっていうのが基本だったので、結構でかいものに描きます、イメージとしては。で、これ1枚を、下手したら、なんだろう、2日から3日ぐらいかけて描く。おーみんな多分1枚のイラスト、まあ時間が今でも漫画のイラストでもね、時間かけて描いてる人もいると思う。でも私なんか漫画のイラストね、もう集中力持って1時間なのね。1時間以上ではしんどい。だけど、このデッサンは、もちろん1日朝起きてから夜まで描いてるわけじゃないんだよ。だけど、私の場合受験でやってたってもあるけど、まあ大体その予備校に行ってる間で、大体2日から3日かけて1枚の絵を仕上げるっていう。大変だね、マジで。まあでももしかしたら朝起きて夜まで描いてたら1日で仕上がるのかもしれないけど。そういう人もいたらね。私の場合は学校に通いながら予備校に行ってる時間に描くだったから。だから実際はこの美大の受験、今後みんなこれを見てる子たちがね、将来美術系の大学に進みたいってなった時は、多分必須科目。受験の時にもうデッサンってね、必須。必須科目なんだ。必須科目になる。だから、なんか美術や芸術を自分は勉強していきたいんだとか、専門にしていきたいんだっていう人は、多分このデッサンは、通らなくてはいけない道にどうせなってくるんだけど。これはじゃあ絶対にやらなきゃいけないんだ。そう。ただ、これのまあ、先に言っとく、これのいい面。これのいい面は、とにかく物をしっかりよく見る目がつく。さっきのクロッキーもつくけど、それ以上に見たものを真剣に見なくちゃいけない。だってその通りに書かなきゃいけないんだもんね。そう。写真を作ってるぐらいの気持ち。白黒写真を自分が作ってるぐらいの。実際自分たちが見ていることって、実は、形を捉えるんじゃなくてね、光と影を捉えてるの、デッサンって。光が当たってる部分は白くなる。光が当たってるない部分は影の部分は黒くなるっていうのをいかに鉛筆1本で表していくかみたいなところなのね。で、どんだけ暗くなるところに影を入れていくか、明るくなる部分を抜いていくかみたいなのは正直イラストでも必要な知識。漫画を描く上でもそういう知識って結構やっぱどこに光が当たってるからじゃあどこに影がつくのかっていうのは立体なものを脳内でちょっと想像できないと実際漫画に映すのって難しい。確かによくだってね来るもんね、光と影のつき方が分かりませんみたいな。多分ねそれはねデッサンやると1回でもしかもデッサンは1回でもやるとめっちゃ向き合うから多分いいと思う。別に私は予備校に行った方がいいとかそういう話じゃなくて家でも多分リンゴ1個置いてちょっと窓辺とかに置いてもらってひたすらそのリンゴを2時間ちょっと描いてみるみたいな。2時間あるとね人間だんだん描くものとこもなくなってくるよ。ペンを入れるしかなくなってくる。そうするとより光と影っていうものをねなんか表そうって気持ちになってくる。リンゴの丸の形になって2時間も描く必要ないよ。確かに一瞬だもんね。そうなのよ。っていう勉強になるのとあとねタッチっていうものを覚えれる。タッチ？よく言うペンのタッチ。ペンのタッチ。なんかね、ただこの黒い部分とかも、ただぐしゃぐしゃやってるんじゃない。この布の形に合わせてこう鉛筆のタッチを入れてったりとか、こう球体なら球体、なんか平面なら平面に合わせたこの鉛筆の線の入れ方。で要は自分は白黒画を描くときにペンで結構ガサガサ線を描くのが好きですみたいな。影を描くときさ、漫画家の人たちってトーンを貼る人もいれば、こう斜線で表す人たちもいる。その斜線をうまく入れれるようになる多分。ただそれは私
は個人で学ぶのはすごく難しくて、私もそれは予備校に行って予備校の先生に教えてもらったし、正直もう忘れた。だから忘れてんじゃん。私よくわかんなかったの。そこで先生がそういう説明私してくれたけど、私理解ができなかった。だからマジでここで今までメリット言ってたけど、デメリットね。むずい。まあだから、まあ、そのなんか知識として、まああった方がいいけど、まあ無理やりそれをこう覚えようとする必要はないっていう。そう、でもなんかあったな、そういうのと私未だに覚えてるんだけど、ほぼ全てをそれ忘れまして、今私の漫画に生きてるかって言われると、正直生きてる分も絶対あるんだけど、わかんない、自分でこう何が生きてるのか。まあなんとなく書いてるみたいなやつもある、そうで、実際やっぱ漫画ってすごくデフォルメしていくから、これが書けてて、わかるからかそのデフォルメなのかもしれないけど、正直わかんなくても、漫画は必要ないんじゃないかなってちょっと思う。ここまで書ける必要ってない漫画を描く上で。ね。だから私はわざわざその漫画家になりたい人たちが予備校とかに行く必要はないと思う。あと美大とかにも絶対行く必要はないと思う。だけど、まあ幅広くさ、自分がこう漫画の道に進むかわかんない、デザインの道に行くかもしれないし、なんかもっと別のさ、絵画とかさ、もっと美術の先生とか、なんかいろんなさ、どんな仕事もある、絵を描く仕事って。そういう時に将来のことを見据えて、もう美大の受験とかまで考えるんだったら、まあデッサンは必須だしやってていいと思う。なるほどね。そもそもが必須だから、まあやっとかないと、ちょっと厳しいと。そう、だからその絵を漫画のイラスト、アニメのイラストを描く人に必須では私は絶対ないと思うんだけど、まあ美術を幅広くやっていく上では絶対知ってて損はないし、うまく描けて損はない。なるほどね。あとまあうまく描けないと受かんない。だから私落ちたかもしんない、ほんとこれ。私推薦で漫画学科に行っちゃったから、結局そうなの。だから落ちてたかも。下手だったよ。ほんと辛かった。一つと、あとデメリットもう一個は、美大予備校であると、これみんなもっと上手くて、同じ棚にブワーって並べられて、先生がさ、公表されんだ。うまい順に並べていくの。私辛かった。自分のイラストが下の方とかにあるとき。あれね、俺、ブルーピリオドでそれ、そうだよね。学んだ。ブルーピリオドよかったらみんな読んで。そうそう。だから。公表される時のあの感じとか。私ね、ブルーピリオド見てると、その時代を思い出して胸が締め付けられる。本当に辛かった、あの時。で、ちょっと辛い思い出もあるなっていう感じです。まあ、今となってはいい思い出。そう。じゃあ次。はい、次はですね、こちらです。なんかすごいことになってるよ、これ。もはやね、なんでもないよ。とりあえず書く。とりあえず。まあでも練習法の一つやん。とりあえず書く。確かに。これよ、私がとりあえず書いてきたもの。すごい量だよ、これ。もうやばいよ。まあとりあえず書いてきたものもどんなものがあるかをなんとなくみんなに今からこの中の一部抜粋してみせるね。っていうかまあそもそもがさ、撮ってるのがすごいよ。大体しかもこれは大体私が中学生ぐらいから、まあだからプロになるぐらいの時、大学生ぐらいまでに今書いてきた一部、もちろん捨ててるものもある、いっぱい。まあでもなんか自分の中で撮ってたもの。じゃあ10年間ぐらい。そんなもんだね。まあでも10年間でこれとなんかそうでもないのかな。もっと書いてる人もいるかも。まあとにかく書くっていう感じです。じゃあそれがどういう効果を得たのかっていうのをみんなに説明していきます。例えばなんだけど、これは私が中学生の時に、なんか自由時間に趣味で書いてた漫画です。こんな感じ。結構ちゃんとしたこんな感じで、タイトルまであって、まあこんな感じで漫画書いてる。まあ結構ちゃんとした漫画書いてるよ。ただ問題はですね、目的なく書いてるゆえ、まあしっかり書けてはいるんだけども、急に後編に続くのは後ですね。もうね、後編の表紙があったら漫画終わります。こんなのがいっぱいなの、私目的なく書くっていうのはね。途中で終わる。あともう書いてる絵をね、ちょっと他にも見せるね。これとかは、なんかこう、もう本当にもう、ただ書いて、何にも考えてないで書いてるから、なんか書こうと思ってるネタ書いてる漫画の。お腹空いたよーって書いてあったりとか、目的なく書いてるせいで、なんかしっかり書いているようなところもあれば、もう見てこの当たりで終わるっていう。本当だ。こんなのも多々ある。っていうのの、まあ私の中での、まあいいところは、とにかく枚数こなせるから。まあ見てもらったから、この質量をこなせるから、まあ小学生の時が目的なく書いてた漫画こんなんだったとしたら、中学生の時には、まあこれぐらいに上達してて、高校生の時にはこれぐらいに上達し、だいぶやっぱ上手くなったね。なんかセリフとかプリントして貼ってるし、大学生の時にこれぐらいになる。
うまいでも。だから、うんこう徐々に書き続けてたら、やっぱり時間の変化とともに、上達はするなっていう。はいはい。こればっかり本当に続けることが大事だ。私は、楽しく書くのが一番大事だと思ってるから、まあ、たくさん書く、かっこ楽しくっていうのが大事だと思う。たくさん書く、かっこ辛くは私意味ないと思って、本当に。辛くやってもね。長く続いて、たくさん書くことによって身になってたのかなと思うから、はいまあ楽しくたくさん書くに意味は私あると思ってるんだけど、はい辛くたくさん書くぐらいだったら、クロッキーとか、なんかデッサンみたいな目的あってた方が身になってる可能性あるのかな。なんか目的があるから、書く上で。でも辛坊先生の場合はクロッキーとかデッサンがあんまりおもろくなかったから、まあそっちの今の自分の趣味のそうだ、結局は書きたいものを書いてる。だから書きたいものを書いてる時って楽しかったから、私はね、人によるとは思うけど、だからこんだけの量を書き続けることができて、人生で。まあ今でもずっと絵を描いてるのかなって思う。まあ今この連載までいったからね。そう。そういう意味では、意味がね、あるかなと思ってます。はいだからまあ最終的には全部大事だと思ってる。まあ無意味なものはないと思う。まあでもやりやすい、取り入れやすい優先度でいくと、まあとりあえず書くっていう。まあたくさん書く。まあこれは誰でもすぐできるから。楽しく書くね。そう、だからもうやってる、実践してる人たちも、この動画見てる人たちは多いと思うしね。確かに。で、次にクロッキーかなと思う。クロッキーは短い時間ですぐできるから、まあ時間に余裕がある人は、まあ毎日イラストの前とかに5分だけとか取り入れてみてもいいんじゃないかなと思います。で、まあ最後デッサン。私はできるならもちろんやった方がいいかなとは思うんだけど、まあちょっといきなりなんか初心者が無知の状態で始めてもそれがデッサンになるのかっていうのもあるから、もしかしたら私よりもっと専門の人たちが YouTube でデッサンのやり方とかの動画も出してくれてると思うから、そういうのでちょっと勉強してみた方がいいかもしれないなとは思います。っていう感じで、今回、よくあるお絵描き練習、本当に意味あるの編でした。自分に合ったお絵描き練習を皆さんも取り入れてみてください。はい、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田慎と。バイバーイ。